Hi! Welcome to Philippines! Ano yan?はい、名前なんですか？あ、こんにちは。私はアンジーです。なんで日本語喋れるんですか？前日本で行ったことある2回ぐらいでね、タレントビザで入って、いつ頃日本に行ったんですか？一番最初のが2004年です。2回目の時は2006年。なんで日本に行ったんですか？いとこのが一番最初日本に行ってエンターテイナーの仕事をしてて、すごくなんか給料がいいらしいってもらって、家族をみんなに助けてあげて、その時から自分もやってもいいな、別に自分も歌うのと踊りのも好きだから行ってみたいと思っていとこに言ったんです。それはあれですか？マニラに住んでた時？じゃないセブに。セブ出身だもんね。はい。セブにいた時に日本に行きたいっていうふうに思う。だからいとこが日本からセブに帰ってきて、その話聞いたから、いとこの住んでたところもすぐ近かったから、でお土産ももらったし、チョコレートとかカップラーメンとか日本のやつを。はい。美味しかった。で、今は日本に行くのは難しいんだけど、その時は日本に行くのは簡単だった。簡単だったね。プロモーションが全部やってくれたから、ただ、オーディションに行って、ビザを待ってればいい。その時は一人で行ったんですか？一人で。その時は何人か行ったんだけど、残ったのが私と私のお姉さんだけ。あとみんなビザ待ってられないとか、あと妊娠になったとか。妊娠してたの？妊娠になって日本に行けなくなっちゃったんだ。そうだからそれでビザ降りるまで我慢して待ってたのはそうです。行けたってことだよね。はい。それが一番初めに日本行った時。そうです。何ヶ月ぐらい日本に行ったの？その時。半年。それで戻ってきてまたすぐに日本に。すぐではなくて2年ぐらいまた待ってて、2006年また行ったんです。日本っていうのはどこに行ったの？埼玉県。2回とも？一番最初2回目の時は、広島県？わー遠いな。どうでしたか？日本の印象は。すごくいいね。埼玉県と広島県比べたら、埼玉県の方が良かったかもかな。それはなんで？広島県に行った時はタレントハウスからずっと出れなかったので、出るのがダメだから、もう時一番厳しくなった頃だから楽しみのがあまりなかった。じゃあその時は日本のボーイフレンドとかはいなかった？だからこっそり行ったね。こっそり、じゃあこっそりだ。行ったよ。だからこの日本語を喋れるっていうのが多分この前の彼氏のおかげかな。埼玉で知り合った日本人の彼氏のおかげで日本語が上手になった。はい。でその彼氏2回目行ったところまでにも行ってくれたんですよ。埼玉から広島まで。ずっと長く続けた付き合ってたってこと？はい。その彼はやっぱ優しかった？優しかったし、何でもやってくれたし、何でもやってくれて、何でも買ってくれた。何でもっていうは、いろいろお世話はい。何一番買ってもらったの？なんか一番立派っていうのは、毎月もお金送ってる。それから家族のことにも必要なものを聞いてる。それからね、助けてくれてる。で一番立派
に買ってもらったっていうのがその家でね、将来のため、家を買ってたの。はい、すごい。でそれは将来のために2人で一緒に暮らす。結婚しようと思ってたんだ。だからその彼氏そうですねは一緒に住むための家を買ってくれたんだ。そうです。それで名義は誰の名前で買ったの？その家。フィリピンの場合には外人の名前にはできないから、だから私の名前で入れた。あなたの名前で買って、今ではあなたのもの。ではないと思うよ。だって私そっちに住んでないもん。けどあなたの名前で買ったから、あなたのものですよね。それで埼玉とその人を知り合ってから広島にまた行くことになって、でそこでも半年間仕事した。でなんていうの、埼玉県まで誘われて、私と一緒に同棲していいって聞かれて、あの時まだ若かったんですね。彼のこともすごく好きだし、だからちょっとランナウェイしたんです。広島、はい。彼のところにすごいですよ、いいね。ランナウェイしまして、で彼もフィリピンのお店あるからそこで仕事をしたんです。ボーイフレンドはフィリピンパブのお店を持ってたんだ、経営してたんだ。そうです。なるほど。で、それで彼のところに会いに行って、でその彼のお店で働くっていうこと。それでどうなったんですか？であの時一番厳しくなったから、もし私が半年の契約終わってフィリピンにまた帰ったらすぐに日本に戻れないっていうことがあったから、だから決めたんです、自分で。じゃあ一緒に行こうって。それで、その時から泣いちゃう。なんでそう思い出しちゃうんだもんね。そう。その僕の。じゃあもう広島から埼玉にランナウェイして、そこでもう広島のお店とかはもう連絡一切しなかったんだ。だってあれだもん、怒られちゃう。怒られちゃうからね。で、電話とかいっぱいガンガン入ってたけど、もうバックで、フィリピンのプロモーションとフィリピンのプロモーションのサイドと日本の怖かったしね。でも、なんか彼大丈夫、守ってあげるからってそういう優しいね。なるほど。それでそこの埼玉のところにはどれぐらいいたの？2年半ぐらい。じゃあ逆にその2年半でフィリピンに戻ってきたってこと？そのきっかけはじゃあたまたまランナウェイしたフィリピン人のがだんだん多くなって、入管なんかどんどん厳しくなって、でこっちからタレント日本に来るのも難しくなって、その彼のお店タレント来なくなったから彼のお店もう閉まったんです。お店も閉めちゃったから、帰るしかない。それでセブンのところに帰ったの。でちょっと待って、彼は埼玉に行ってあなただけがセブンに戻って帰ったんだよね。一緒に戻って一緒に来たんだ。それは旅行っていう形で来てたんだ、セブンに。その家を買ったっていつのタイミング？2010年ぐらいかな。じゃあしばらくそういうふうに付き合ってて、で何年かしてから2人のために家を買ったんだ。すごい。それでその彼氏さんはいまだにその方来てるんだ。もうずっとセブンで暮らしてますよ。何年かしてからはずっとセブンにいるようになったんだ。はい。じゃあなんであなたは今マニラに来たの？一緒にいればいいじゃない。でしょ？ね、そう思ったんだけど置いてきちゃったの？まあその感じですね。新しい家買ってそれから移った。でその時からやることない。もういつものパターンで起きて、彼の朝ごはん、昼ごはんで、それね、やっぱ彼の子供欲しかったね。
子供はなんかできなかったんだ。できなかった、じゃあ毎日毎日同じことだからつまんなくなっちゃったんでね、ちょっとこそうですね、う。それでちょっと嘘を作ったんですよ、彼に。嘘ついたの？嘘ついた。お姉さんがかびて行ったんですね、メイドさん、日本人。メイドさんとしてカビ店に仕事に行ったんだ。そう、子供を置いて、で子供怒ってくれないかって、その時に聞かれた。じゃあ怒ってあげる。でその時にチャンスだなと思って、ちょっと逃げるみたいな感じでマニラに。で彼に嘘ついたのが子供を怒ってあげるからすぐ戻るからってそのままもらって、帰らずにもらってきちゃった。はい、その時にもすぐ夜に隣接いろいろのお店で、ね、はい、で隣接行って、で3軒目のところに OK って言われて、で次の日に仕事始まった。でその時ももう帰らないと決めて、はい、じゃあここにマラテにいると、はい、それいつの話？2010年。ってことは2010年からずっとマラテにいるってこと？はい。彼氏さんはどうしてんの？だから悪かった。じゃあそれでそのセブにいるボーイフレンドさんにはいつその後連絡したの？仕事始まって多分3日間ぐらい後からメールで彼に教えた。怒ってたすぐそりゃそうでしょすぐ返事来なかったね、で言ったの、もう仕事もうせっかく始まったからちょっと待ってて、まあずっと真面目の考えで言ったんです、でやっぱり多分運命なのか、なんかそのお店一緒に行ったスタッフね、一緒にいたスタッフと？はい。付き合っちゃったの？あら、そこまでやってずっと付き合ってたんだもんね、彼のこと一つでね。それはマラテに来てからどれぐらい経ってから？どれぐらい？マニラのマラテでした。確かまあ半年経ってからかな。で子供できちゃって、だからそのフィリピン人のスタッフとで彼に言うしかない言ってまたいつものこと返事すぐ来ない。怒ってるって感じでね。返事来た時にもうあなたと一緒にできないねって言われて、だからそれは自分も悪いこといっぱいしたわけで、それはね、ごめんなさいの言葉だけじゃ済まない。それでその彼氏とはずっと付き合ってたの？そうね。どれぐらい付き合ってたの？ずっと付き合ってたんだけど、生活がなんかだんだんね、なんていうかな、生活のことただね、自分だけじゃないじゃん、子供はもういるんだから。そのフィリピン新しいボーイフレンドは仕事はしなかったってこと？してるけどして足りない、これだけじゃ足りない。やっぱりはいちょっとしばらく仕事も辞めたんです。足りないから今また仕事をするしかない、私がお店で。で彼が嫌だって言ってるから、フィリピンパブでは働いてほしくないっていうことですね。だけど本当はお金が必要だから、ね、そうですよ、生活できなくなっちゃうから、はい、それで結構喧嘩とかして、なるほど。で喧嘩してるうちに別れちゃった。はい、じゃあでその間セブンに残された前のボーイフレンドとは連絡取ってたの？めったないね。まあ必要なものだけ、例えば家の税金とか払い、なるほど。あとまあたまにお母さんとお姉さん行ってあげて掃除やったり。じゃああなたの家族とはいまだに仲がいいんだ？そうです。いいね。多分すごく優しい方なんでしょうね。そうです。じゃあ今後何かこう夢っていうか、また日本に行きたいとかって？日本行きたい。まだそれは自分の中にある。チャンスがあればいつでも行きたい。ずっとあるよ。じゃあもう一回日本人のボーイフレンドを、ちょっとあれチャンスがあればちょっと待って、わかんない。もう一つ家買ってもらって。いやそれはないでしょう。わかりました。貴重な話ありがとうございました。